こんなに私心が小さかったかな。めっちゃイラってする。寝汗もかくし、ネチョネチョしてきて。おじさんみたいになってる。はい、こんにちは。今日なんですけども、今日は更年期についてちょっとお話ししたいなというふうに思ってるんですけども、私にはまだ関係ないと思ってる人とか、自分には関係ないって思ってる人、私もすごい思ってました。私はもうこの話をするにあたり、専門医でもないし、別にお医者さんでもないから、私の経験と体験と見解でちょっと話しますけれども、シンガポールに在住の人が買えるようなサプリとかなんかもちょっと後々シェアしたいなというふうに思っております。いわゆる更年期障害っていう、それはある人とない人、軽い人重い人っていうのは全然違うと思うんだけど、女性が生理があるっていうことは全員に閉経が来るし、その更年期という時期は来ます。大体その閉経が5年前後が更年期というふうに言われてるんですけど、私の場合は、私は今49歳なんですけども、まだ生理がすごいコンスタントに来るんですね。なので更年期はまだまだ全然先の話だと思ってたんですよ。でもちょっとね、最近体調があんまり良くなくて、胃腸が悪かったり、私なんかよく YouTube で言ってる、私胃腸が弱いんでとか言ってたりとか、お酒が弱くなったんですね。でそれって私の中では老化かなぐらいな感じで、年だしなぐらいな感じで思ってたんですけど、お酒が弱くなったなみたいな感じで思ったのが2年ぐらい前の47歳ぐらいの時なんですけど、いわゆるそんな更年期障害みたいな感じの症状があるわけじゃなかったんで、まだまだ先の話だと思ってたんですね。でも明らかにこれかなみたいな感じの症状があって、それが夜寝汗を結構かくようになったんですね。暑くてすごい起きて、でしかもそのじわっとしたねちょっとした汗をかくっていうのもうめっちゃエアコン19度ぐらいにして、そういうのとかもなんでだろうと思って調べてたら、更年期の一種の障害かなっていう風に自分でも感じてて、あとねこの半年ぐらいなんですけど、すごいイライラするようになって、もう特に旦那さんにちょっと当たっちゃったりとかするんですけど、ちょっとした言動とか行動にめっちゃイラってするんですよ。で家族だからいろいろねイライラすることもあるし、彼に甘えもあると思うんですけど、こんなに私心が小さかったかなと思うぐらいちょっとイラッとすることが増えちゃって、それって自分でもちょっとしんどいんですよね。でももともと結構神経質なので、物が散らかってるのが嫌いだし、すっごい掃除とかもするんですけど、シンガポールって床が大理石なんですけど、素足で歩いたら足の型とかつくから、もうそれがもうすごい嫌で、旦那さんがスリッパ履かないで歩いたらもうめっちゃ叫んでる。もうスリッパ履いてみたいな、履けみたいな。でその後にまたすっごい掃除するんですよ。家が綺麗になっていいじゃんと思うかもしれないけど、もうそれもしんどくて、もうめんどくさいし、でもやらないと気が済まないし、もうとにかく掃除をすっごいしてて嫌なんですよ、これは。旦那さんもそんなね、あんまり嫌な態度ばっか取ってたらさ嫌われちゃうし、仕事行った後とかにちょっとめっちゃ反省して、今日は優しくしようとかね、入れてあげようと思うんだけど、うちの旦那さんバーテンダーで家に帰ってくるの夜中なんですけど、私はもう夜寝てるんですけど、エアコン19度ぐらいにしてんじゃない、いつも。そしたらもう帰ってきてガチャッと開けた瞬間にもう寒いみたいな、この家は冷蔵庫かみたいな感じですっごい叫んでて、もうそれにもさイラーってすんのよ私のせいなんだけど、もうすごいそういうのも自分で嫌だし、あとすっごい匂いに敏感になっちゃって、 MRT 電車に乗る時にもうほんと日曜日のブルーラインとか乗ったらマジくっせーみたいな、もう鼻もげるみたいな、息できないみたいな感じになったりとか、自分も匂ってんじゃないかなみたいな、すごい神経質になっちゃって、で私リンパマッサージをすごいこうやってやったりとかするんだけど、結構耳の後ろのこうやってリンパこうやって押してて、あと手によったらめっちゃくっせえみたいな、おっさんみたいな匂いするみたいな、寝汗もかくしネチョネチョしてきて、おじさんみたいになってる。
もうもっとある。すごい肌がなんか乾燥してる気がして、なんか表面的にはこう潤ってるんですけど、もう中がなんか乾燥してるって感じ。体もカッサカサだし、あとなんかかかととかがめっちゃひび割れて、そんなのとかも全部なんかいろいろ調べてたら更年期のその一種障害なんですけど、でいろいろねこう調べていく気がついたんですけど、そのなんか PMS、 その生理前に PMS っていうのが女性はあるんですけど、ない人もいるんだけど、その症状に似てるなって感じで思ったんですけど、 PMS の場合は生理が始まって終わるけど、更年期はなんかそれがずっと続いてるような感じで、なんかこれいつまで続くのみたいな、この閉経の5年前後ずっと続くのかなと思ったら嫌じゃん。なのでなんかいろんな人になんかこう相談してみたんですよ。年の近い友達とかに話したりとか、もう閉経になった人とか、友達のお母さんがどうだったとか、うちの母はなんか忙しくて覚えてないって言われちゃったんだけど、一人なんか看護師さんの友達がいて、でその方にサプリいいよって教えてもらって、そのサプリがこの Everything Prime Rose Oil っていうのかな、日本語で言ったら月見草なんですけど、月見草はなんか女性ホルモンのバランスを整えるっていうのとか、肌のなんかその水分の蒸発を防ぐっていうのとか、生活習慣を予防するっていうような効果があるんですけど、私これ今飲み始めて2ヶ月ぐらいなんですけど、すっごい効果を感じてます。今まで以上になんかちょっと食生活を気をつけたりとかしてるので、それもあるかもしれないんですけど、とにかくすごいイライラが収まりました。気づけばなんですけど、急になんかじゃあ飲んで次の日イライラないとかそんなのはないし、別になんかいろんなきっかけがあって、気がつけばなんか最近イライラ減ったなみたいな、自分に気づいたっていうか、寝汗がすごいかかなくなった。肌がすごい乾燥してるっていう話もしたけど、乾燥もそうだし寝汗もそうなんだけど、体の中の水分量が足らなくて、体内のその体温調整とかができなくて、夜中に寝汗をかいたりっていうようなことが起こるらしいんですね。あとね、すごいよく眠れるようになりました。胃腸も弱くなってるし、ちょっとお酒控えてるから寝つきが良くなったかもしれないんですけど、とにかくね、その寝汗をあんまりかかなくなりました。この月見草は、こういうやつなんだけど、これはシンガポールだったらiHerb でも売ってるし、ショッピーで私は買いました。あとね、その看護師さんに教えてもらったんですけど、エクエルっていうやつなんですけど、結構いろんな人と話したらすごい絶対このサプリが話題に出るぐらい結構評判のいいものらしいんですけど、私それは知らなかったんですけど、シンガポールでショッピーで売ってました。女性に大豆とかに入ってるイソフラボンっていう成分がいいっていうのを聞いたことがあるかもしれないんですけど、そのイソフラボンっていうのを食べ物で吸収するのって吸収できる人とできない人がいるらしくって、これ調べてもらったらこのサイトにいろいろ出てくるんですけど、あと、友達のお母さんなんだけど、更年期がほとんどなかったっていうすごい綺麗な方がいて、その人に教えてもらったのがオルニチンらしいんですけど、オルニチンのこのアミノ酸の働きっていうのは筋肉とか骨の発達にもいいし、睡眠もすごく良くなったりとか、脂肪燃焼に作用する成長ホルモンの分泌をなんか促進したりとか、肌質の改善にもつながるし、アミノ酸なんで肝臓にもすごくいい。お酒飲む人じゃなくてお肌とかの調子にも出るから、すごくいいんだと思うんですけど、これを私薬剤師のお友達になんかオルニチンどうって言ったら、オルニチンいいよってすごい言われて、で今月味噌も飲んでるんだけど並行して飲んでいいって言ったら、それは大丈夫って言われて、今私これ月味噌で飲んですごくいいって感じてるんですけど、これがなくなったらこの買ってきてもらったこのエクシルもちょっと試してみたいなというふうに思ってます。ちょっとすごいね、私もこうやっていろんなことを調べてたりとかしてたら TikTok がもうほとんど更年期なんかいろんな情報とか知識が入ってくるんだけど、女性ホルモンが今この更年期の時に減ってきて、閉経が終わって更年期が終わると、なんと思春期の男の子みたいにすっごい元気な時期が来るらしいんですね。ちょっと今体不調で、なんでこんな不調が起こるかって言ったら、女性ってその生理がさ14歳ぐらいになったらさ来るわけじゃないですか。その時にも急激に体の変化があって、妊娠する時もそうですよね。妊娠する時もホルモンのバランスがガラッと変わるわけだから、体が急激に変化する時に、そうやってつわりがあったりとか、
いろんな症状が起こる。で、この閉経も要するに、体の変化が今起こってるわけですよ。これも急激に。で、男性の場合は老化は徐々にゆっくり老化していくんだけど、女性の場合は急激にポンと閉経が来るから、体が適応しないっていう症状が来るらしいんですね。で、この閉経が終わって新しいホルモンレベルに適応すると、ホルモンバランスが安定してくるんですよ。それで元気を取り戻すっていう、更年期から思春期の男の子、なんか性別変わってるやんっていう感じじゃないけどもうそれがもう今ワクワクして楽しみで仕方がない。閉経終わった友達になんかもう私お酒弱くなってっていう話をしてたりとか、なんかお酒がさ最近なんかもうあんまり美味しくないんだよねみたいな話してたら、それ戻るからって言われてもうその閉経後が私は今は楽しみ、とっても。こんな元気になるのかと思いつつ、いろいろまた見てると、更年期が終わると老年期が来ますよっていう情報もあるから、それは仕方ないですよね。それは男性もあるし、男性も更年期あるらしいですけどね。老化は仕方ない。今この時期にこの生活習慣を見直したりとか、自分の体に向き合うっていうのが大切らしいです。いろいろこんなことを話してるうちに、その薬剤師さんが漢方にすごく詳しい方で、シンガポールって中国圏じゃないですか。なので漢方薬のお店とか漢方のお店がいっぱいあるんですね。で、じゃあでも何買っていいかわからないし、何を摂取すればいいかわかんない。で、別に病院に行ってわざわざ行かなくても買えるもの教えてもらったんですけど、ブギスの観音堂ってあるじゃないですか。そこの小さいお店がバーって並んでるんですけど、漢方の薬とかもバーって並んでるお店があるんですけど、いわゆる漢方って私なんか薬だと思ってるから、なんかその漢方薬みたいなのを処方してもらえるのかなと思ったら、そうじゃなくて、その漢方っていうのは、食材に取り入れたりとか、普通のお茶とか食品が持つパワーみたいな、そんなことをすごく教えてもらって、この食品はこれにいいんだよみたいな感じで、更年期だったらこれがいいんだよみたいな感じを教えてもらいながら、ちょっとお買い物に行ってたんですけど、で、そこのお店の人とかにもちょっと更年期にさ、なんか漢方ってどれみたいな感じで聞いたら、これがこのぐらいのやつで40何ドルって言ってたかな。それをこれを6日間かけて飲むんだみたいな感じで言ってたから、そんな感じで教えてもらったりとかもします。そういったその漢方で取りたいっていう感じで取るっていう方法もあるし、で普段お茶として更年期にいい、女性にいい、女性ホルモンにいいみたいな感じを普段からまだお若い人でも取り入れていく。普通の朝お茶飲むんだったらこのお茶飲もうみたいな感じで選んで飲んだりとかするっていう方法もあると思います。で、また今後、このエクエル飲んだ感想とか、その漢方を取り入れた話とか、どんな変化があるか、これからまた進化していくんでしょうから、進化どうかわかんないけど、変わっていく体の変化とかもあると思うし、私のチャンネルをシンガポールきっかけで見つけてくれた方とかもがほとんどだと思うんですけど、こんな話もするし、シンガポールの情報も発信しています。なのでまたチャンネル登録よろしくお願いします。